F1 がベッテルやマックス、ハミルトンだらけだったら常に見どころのあるシーズンとなるでしょう。彼らは数年、数十年に一人の逸材なので、同じ時期に共に F1 に参戦すること自体が奇跡と言えます。彼らの共通点は育成ドライバー出身ということです。F1 の各チームはその逸材を早い段階、つまりカート時代から囲い込み、未来のヒーローを探しています。その代表例が幼少期に自ら当時マクラーレンのチーム代表だったロン・デニスに売り込んだルイス・ハミルトンと言えるでしょう。マクラーレンはその後、ランド・ノリスという逸材の発掘に成功していますが、今では育成システムを縮小していると言えます。それはメルセデスにも言えることで、彼らもむやみやたらに育成ドライバーを作っていません。近年では F1 のシートに限りがあることが問題視されているので、彼らはその流れに沿った行動をしていると言えます。2023年の F2 の育成ドライバーはこのようになっています。メルセデスはベスティただ一人、ザウバーもプルシェール一人で、彼らは現在ランキング1位と2位なので、非常に効率のいい抜擢をしていると言えます。まさに効果的な少数精鋭の育成システムなのがわかります。フェラーリとアルピーヌは2人ずつとなっており、特にフェラーリ育成の現在18歳の逸材ベアマンは今後が楽しみなドライバーです。そしてレッドブルを見ると、現在ランキング3位の岩佐歩を筆頭に計6人が参戦しています。ルーキーのハジャー、クロフォード、マローニがランキング下位に沈んでいるのは仕方ないにせよ、2年目以降の育成ドライバーを見ると、岩佐歩が3位とまだまだタイトル獲得を目指せる位置にいますが、フィッティパルディが7位、ハウガーは9位となっています。今後彼らが一気に化ける可能性もありますが、今のところレッドブルが求める数年に一人の逸材とは言えないかもしれません。F1 と同様に直下カテゴリーの F2 もマシンへの適合、タイヤの使い方が難しいと言われていますが、それでもルクレールやラッセル、そしてピアストリは参戦初年度でタイトルを獲得しています。理想を言えば、どの F1 チームも彼らのような適応力を見せる逸材を求めているように感じます。アルピーヌはそのピアストリを2020年からサポートし続けていましたが、結局彼にレギュラーシートを与えず、当初は他チームへのレンタルも考えていたみたいですが、カスタマーチームのない彼らにはその力はありませんでした。マクラーレンで輝き始めたピアストリは、おそらく今後もアルピーヌで走ることはないでしょう。残念ながら彼らは育成ドライバーシステムの大きな失敗例を作ったことになります。今シーズン6人の育成ドライバーを F2 に送り込んでいるレッドブルは、昨年は5人、2021年は角田裕樹を含め計4人でした。おそらく前年の2019年には1人も参戦していなかったので、直近の3年で急激に育成ドライバーを増やしたと言えます。では、その理由は何なのでしょうか？考えられる理由の一つは、ホンダから入ってくるお金を彼らが育成システムに流用していたことです。彼ら一人一人を見ると素晴らしい才能の持ち主であることがわかりますが、それでもここまで人数を増やし、同じ育成ドライバー同士を戦わせるのは少し異常ではないでしょうか。個人的なイメージですが、最近のレッドブルの育成ドライバーの価値は少し下がっているようにも感じます。やはり同じカテゴリーには多くても2人、理想を言えば1人がベストではないでしょうか。レッドブルは元育成のピエール・ガスリーを2017年に F1 でデビューさせていますが、その後2018年から今年2023年までの6年間を見ると角田裕樹しかいません。その結果を見ると、どのチームよりも育成ドライバーを多く抱えているものの、実際には彼らの育成システムは機能していないと言えるでしょう。そのレッドブルは創設者のディートリヒ・マテシッツさんが亡くなられ、チームは生まれ変わっています。そのため、これまで当たり前のようにあったものが、新たな経営陣により当たり前ではなくなるのです。さらにホンダとの決別も重なったことで、この育成システム自体も大きく変わろうとしています。クリスチャン・ホーナーはこう語っています。
今年の F2 にはたくさんのドライバーがいるが、今後は減らしていくつもりだ。将来的にはもっと下のフォーミュラクラスにフォーカスするかもしれない。マックス・フェルスタッペンやセバスチャン・ベッテルは毎シーズン突然現れるわけではない。素晴らしい才能が現れた瞬間に彼らを見極めることが重要だ。F2 の下のカテゴリーとなれば F3 もしくは F4 やフォーミュラルノー、さらにはカードドライバーにも目が向けられると思います。今シーズンのレッドブルジュニアは合計で12人が選出されています。F2 以外は6人となり、それぞれの現在の成績を見ると、カート世界選手権に参戦しているタイのエンゾ・タールーン・バニチクルはランキング26位、スペインの F4 に参戦しているエンゾ・デリニーはランキング6位、イタリア F4 のアービット・リンブラットは独走状態でランキングトップ、イギリス GB3 に参戦しているアラオ・ソータは22位、FIA F3 のモントーヤは15位に沈んでいます。これに F2 の現在のランキングを合わせてみると、レッドブルが手当たり次第に育成ドライバーを量産していると言えるでしょう。ホンダとのつながり、元 F1 ドライバーへのひいき、そしてレッドブル発祥のタイにちなんだ人選といえ、現時点での彼らの成績を見ると、彼らが探し求めている逸材ではないように感じます。レッドブルはホンダとのつながりで角田裕樹という逸材を発掘し、岩佐歩がそれに続いているので、その人選は間違いないと思っていますが、ホンダと決別した後の彼らの処遇には何の保証もありません。仮にこの12人の育成ドライバーすべてがマックス級の逸材だとしても、全員を F1 に昇格させることはできないので、結果的に無駄な出費をしているというのがわかります。各チームのこれまでの育成ドライバーを見ると、2世ドライバーはことごとく成功していないという事実があります。現時点で本当の意味で成功を収めている2世ドライバーはマックス・フェルスタッペンただ一人で、ミック・シューマッハ、デビッド・シューマッハ、ジュリアーノ・アレジ、カルロス・サインツ、F3 のセバスチャン・モントーヤ、兄弟ではアーサー・ルクレールなどが期待通りの成績を残せずにいます。このことからこれまで優遇され続けてきた2世ドライバーは今後厳しい立場になるような気がします。実力の世界には親の名前は無関係なので、それこそが本来の姿ではないでしょうか。このように来年のレッドブルジュニアドライバーは激減すること間違いないでしょう。気になるのが現在の F2 で戦っている6人のジュニアドライバーたちの処遇です。おそらく来年の F2 ではジュニアドライバーは1人か2人に絞られるはずです。そこに残れば今後の大きなチャンスが開けてくると思いますが、残れなかった場合、他チームの育成ドライバーにでもならない限り、F2 への参戦自体も難しくなるでしょう。角田裕樹と岩佐歩はホンダとの決別後どうなるのでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、まったねー。